皆さん楽しくジムってますか？元ビトラムカーナです。ダンロップ月間オートバイカップジムカーナ2021年シリーズ第2戦の SB クラスを見ていきましょう。 SB クラスは C2 クラスから A クラスまでの全シードクラスにエントリーする選手の中で、排気量 700cc 以上の車両に乗る選手をエントリークラスとは別に表彰するクラスです。過去には A 級選手を差し置いて C1 級選手がクラス優勝するということなんかもありました。元ジムカーナは他のモータースポーツと比べて細かなターンが多いので、パワーで有利なビッグバイクに対して切りきながらも車格が小さく重量も軽い車両の方が有利という考えから、この SB クラスが設定されています。2000年代前半頃までは ZRX1100 や GSF1200 などの鉄フレームの車重220キロを超えるような重量車がプロダクションレースタイヤを履けるというメリットで、軽量車両と互角近い戦いをしていました。その後、軽量車にもプロダクションレースタイヤが広まってタイム差は大きくなってしまいました。2000年代、中頃にはですね SB 勢が一気にリッタースーパースポーツに乗り換えて SB クラスのタイムが一気に広がりました。そして今では、トップタイム比 101% を切って総合でも上位に入るほどに SB クラスも熟成されてきています。ということで SB クラストップ6を見ていきましょう。まず6位に入ったのは A 級ゼッケン26番清野選手。 W650 で元ジムカーナデビューをして、その後 CBR600RR で A 級まで上り詰めた選手が GSX-R750 に乗り換えて SB クラスで戦います。清野選手のライディング見ていてください。ターンの始まりから一気に胸をイン側ターンの出口方向にぐっと向けています。背中を反らすほどの大胆な先行動作から生み出されるマシンの鋭いターンが清野選手の持ち味ですね。視線をアウトに残しつつ、ここまで体をイン側に向ける走りをする人はなかなかいませんよね。清野選手は第2ヒートで勢い余ってゴールラインを通過してしまい、大きくペナルティーがついてしまったので、第1ヒートの1分31秒043が決勝タイムとなりました。A 級ゼッケン20番大滝選手のマシンは KTM790 デュークです。排気量 799cc と170キロ弱の軽い車体は4気筒の SS と比べてもスリムでバンク角の余裕があります。しかし若干ホイールベースが長い分回転半径が大きくなりがちですが、大滝選手はそれを体の軸をイン側に落とすことでカバーして鋭いターンにつなげます。そしてその強烈な旋回フォームは時に曲がりすぎたりもしますね。最後走りが乱れてしまった大滝選手のタイムは30秒814で5位に入りました。4位には A 級ゼッケン18番 GSX-R1000 の関選手が入りました。カラフルなつなぎが映えますね。関選手は小柄な選手なのでリッター SS がとても大きく見えますが、それを感じさせない完璧なコントロールでマシンを走らせます。ライダーが無駄な力をかけるのではなく、マシンが走ろうとする力を生かした走りですね。スーパースポーツとは言ってもそれなりに車重があり、そしてパワーがあるマシンですから、それをマシンなりに走らせるためには綿密なセッティングが必要です。元ジムカーナはスピード域こそ低いですが、さまざまなサイズのターンが連続して、そこへのアプローチ速度も多様ですから、全てに合ったセッティングを出すのは至難の業です。関選手、終盤の連続オーバルではフロントタイヤが切れ込みすぎるシーンもありましたが、第2ヒートに30秒561をマークしました。ここからは SB クラス上位3選手です。なんとか連やサンメドウズ練習会でたくさんの元ジムカーナライダーのパパだった A 級ゼッケン23番 GSX-R1000 の中澤選手は、大会がない間に本当のパパになってしまいました。 DRZ からまだ前例がなかった新型の GSX に乗り換えて試行錯誤しながら SB クラスで戦い始めた矢先に感染症騒ぎで大会もなくなってしまいましたが、その間もしっかり熟成と練習を積み重ねていました。
7班クラス並みにコンパクトな車体を武器に鋭く小さなターンを繰り出します。しかし鈴木車で真っ赤っていうのも珍しいですよね。ラムカーナには CBR に見えてしまいます。終盤のオーバルが連続するセクション、ここは画面右側から左にそれぞれ1回ずつ通過すれば走り方は自由なのですが、コンパクトなラインでまとめて第2ヒートで29秒334をマークしました。 A 級ゼッケン10番 GSX-R1000 の辻江選手が豪快に走ります。ハングオン張りに膝を出していますが、これは膝反りがしたいというわけではなく、こうやってマシンをホールドする力を緩めてやることで車体が自然と倒れていってくれるということなんでしょうね。元ジムカーナではたまにハングオンで低上へを走る選手もいますが、あまりそこまで腰をイン側に落としてまで走る姿は見ません。当然大きく体をイン側に入れてやった方が旋回力は上がるのですが、前後のセクションとのつながりでそこまで大きなボディアクションが取りづらいということと、やはり旋回速度が遅いのもあってあまり使われないテクニックですね。その代わりにこの辻江選手のようにシートの上で骨盤から上を力強くターンする方向へねじる動きでマシンをぐいっと曲げていきます。これは力技でコントロールしているのではなく、オートバイが深いバンクとセルフステアから発生する鋭いターンに先行して体を合わせていくといった方がいいですね。辻江選手は第2ヒートの29秒304で2位に入りました。そして今回も下克上が起きました。 SB クラストップタイムをマークしたのは B 級ゼッケン16番 MT-09 の井川選手でした。この MT-09 ですが、軽量かつ3気筒エンジンの滑らかなパワーとライダーフレンドリーなライディングポジションなど、登場時は元ジムカーナ界でもかなり注目されました。そんな MT-09 井川選手の愛車は見る限りでは元ジムカーナらしい改造点はバンパーとフロントのシングルディスクカーぐらいですかね。あとマフラーも変えていますか。足回りはそれなりにいじっているとは思いますが、井川選手の場合はその速さの全てがライダーにあると言ってもいいでしょう。見ていると分かりますが、とにかく走りが滑らかです。大きく体を動かすこともありませんし、何より急加速急減速などの急な動きが見られません。元ジムカーナはタイムアタック競技ですから、とにかく速く走らせたいですし、スロットルは大きく開きたいし、とにかくターンには突っ込みたくなりますが、井川選手の走りにはそれがありません。全てオートバイが自然と生み出す旋回力を生かすためにライダーが合わせていってやるという感じの走り方ですね。ここまで落ち着いた走りをできるのは、たくさん走り込んで生まれたマシンと自分への自信があってこそ。2018年、2019年、そして2020年のたった1回の大会と1年ごとに着実に昇格してきて臨んだ2021年シリーズは、開幕戦に続いてこの第2戦でも SB クラスを制しました。今年は A 級昇格間違いなしか。コースが合ってたと思っていて、で練習もぼちぼちいい風に走れてたので、もしかしたら、入賞ぐらいできたらいいなと思って来てたんですけど、優勝できたみたいで嬉しいです。正直狙ってましたよね。ちょっと心のどこかでは狙ってましたけど、はい。どうですか、今までも生タイムでは勝ってたわけじゃないですか。はい、でも派手な走りっていうか、はい、迫力のある走りの辻江さんに対して、はい、落ち着いたライディングで、はい、しっかりタイムを出してくるんですけど、はい、井川選手の走りの秘訣っていうのは何なんですか？秘訣ですか？秘訣、なんですかね、僕もちょっと自分でも分かってないんですけど、菊谷さん、いつも練習してるところで菊谷さん、A 級の菊谷さんがいるんですけど、その人にいろいろ教えてもらって、その教えてもらったことを忠実にできてるか分かんないですけど、その言われた通りにやってるのかな、それが結果につながってるのかなとは思います。フロントタイヤに乗って走ってるのか、リアで乗って走ってるのかって言われると、どっちですか？いろいろですかね、その場に応じて
って僕は思ってます。はい。福谷さんはギア乗りでああ、はい、はい、決めてるというか決はい、めてるじゃないですか。はい。に関してはそこまでじゃなくてやっぱりそうです。そこまでちょっと真似できてないので、そこはちょっとアレンジして自分の色も取り入れてるんですけど、基本やっぱりハンドルを押さえて乗るっていう菊谷さんのスタイルを真似して乗らせてもらってます。どうですか、まあ、今シーズン A 級が狙えるポジションってことだと思うんですけど、はい。どうですか、自信のほどは。自信ですか。前回雨でラッキーな20ポイントを取らせてもらって、で今回、また20ポイントを取れたので、今年はチャンスかなと思って、なんとか A 級狙いたいなと思ってます。